この動画は前回の続きだよ。前回の動画は概要欄から見てね。前回は馬長や甲冑と同列に扱われた関羽が光明神から勝手に軍事行動を起こして藩の宗人を攻撃に向かうところまで話した。しかしそれは関羽が破滅に向かう道だった。はあ、母の孫権に裏切られたんだよね。それで呂蒙が悪巧みをして慶州を乗っ取ったんだろ。それは随分劉備関羽善玉説に偏った考え方だな。関羽の破滅ははっきり言うが、関羽の自業自得以外の何者でもないぜ。今日はそれを見てみよう。司書には関羽は兵卒を丁重に扱ったが、シュタイフに対しては傲慢だったと記載がある。一方で張飛は君主を尊敬したが、目下の者に情けをかけなかったそうだ。兵卒を丁重に扱ったというのは、例えば戦で傷を負った兵士に包帯を巻いてやったりとか、兵士の家族のことを気にかけてやったりとか。そうだろうな。五騎や段慶など兵士を思いやる将軍は多かったが、関羽もそうだったのだろう。一方でシュタイフに対しては傲慢ということは、各地の名士のような人を大事にしなかったということ。そうだ、想像だけど、生地自分が叩き上げでのし上がってきただけに名士たちのことを役立たずだとバカにしていたのかもな。以前の慶州の主の劉氷は名士を大事にしていたし、劉備も人に対する礼節をわきまえていた。すると関羽はシュタイフの反感を買っていたんじゃないか。その通りで、南軍大使の美宝、公安に駐屯する将軍の詩人、慶州自中として州の行政を司っていた藩主、彼らは皆要職にあったが、関羽のことを嫌っていた。南軍大使とかほぼ慶州のナンバー2じゃん。しかも劉備の側近の備軸の弟だろ。なぜ関羽のことを嫌っていたの？彼らは関羽に軽んじられていると感じて嫌っていたんだ。平たく言えばパワハラされてたんじゃないか。関羽はパワハラ上司だったが。関羽が藩に向けて出陣すると、美宝と詩人は軍事物資を供給はしたものの、全力を挙げて援助することはなかった。関羽はこれに不満を感じてこう放言した。帰還したらこいつらを始末しなければならない。怖っ。これで美宝も詩人も強い不安を感じた。また別の記録には南軍城内で失火が起こって軍の機材が一部消失し、関羽はこのことで美宝を咎め、美宝は内心恐怖を感じていたともある。関羽は慶州の行政を担っている幹部層との人間関係が最悪だったんだね。そう、しかもその原因は関羽の側にあったようだ。さて、このように藩の討伐に向かった関羽だが、呉がその背後を襲うことを警戒してある程度の守備兵を残していた。この時呉の側で慶州の最前線に駐屯していたのは陸港にいる呂蒙だった。呂蒙は関羽と表面上は丁重に接していたのだが、関羽は呂蒙が策謀に優れていることを知っており、彼のことを警戒していたんだ。呂蒙といえば武切手の治癒兼備の武将だからな。そこで呂蒙は関羽を油断させようとした。呂蒙は病気がちだったので孫権に頼んで帰還命令を下してもらい、検校に帰ってしまったんだ。呂蒙の後任は陸離という無名の人物。陸離、初めて聞く名前だな。どこの雑魚武将？後に陸遜と改名する男だ。あちゃ、陸遜か。ちょうどこの時、関羽は義の金を捕らえ得意の絶頂にあった。そこで陸港に着任した陸離は関羽にこんな手紙を送った。武金らがあなた様の手によって捕らえられましたことを遠近の者が皆喜び賛嘆しております。将軍様の勲功は末永く語り伝えられるべきもので、関心が趙を破った軍略もこれには及びません。私は若輩者の諸生で任務に耐えることができないのですが、お隣に遺徳を備えたお方がいてくださることを嬉しく思い、全面的におすがりしたいと思っております。これでもかとへりくだってみせたな。陸遜の方が関羽より頭いいのに、また関心を引き合いに出すところが関羽のプライドをうまくくすぐってるよね。陸離は全くの無名だが、陸家が呉を代表する豪族だということは当識として関羽も知っていた。だから関羽は陸離のことをこいつは名門の出身の何も知らない青二歳だと思い、この手紙を見てさらに警戒心を解いてしまった。そこで関羽は守備兵を減らし、それらの兵を藩へと向かわせた。さらに食料不足を理由に呉と蜀の国境である商館にあった米を勝手に奪い取った。自分の方が強い立場だと思ってやりたい放題だな。この情報に接した孫権はすぐに軍を動かし、呂蒙を先鋒として慶州に向かわせた。呂蒙は商人の身なりをして物資を運ぶ輸送船に精鋭の兵士を潜ませて長江を遡り、関羽の側の守備兵を全て縛り上げて南軍まで到達した。南軍には美宝、公安には将軍の詩人がいるよね。じゃあ呂蒙は彼らを不意打ちしたの？いや、詩人も美宝も呂蒙が来ると自ら東門を開けて降伏した。一戦も交えることなく？そう、一滴の血も流れず一人の犠牲者も出ず、慶州は丸ごと呂蒙の手に落ちてしまったのさ。戦わずして勝つというのは戦の真骨頂だ。呂蒙はすごいよな。
しかしそれにしてもなんで一戦も交えずにこんなことになったんだろう。慶州の守備兵が少なかったのもあるだろうが、李鵬も詩人も戦わずして降伏すれば不忠者の汚名を着ることは分かっていたはずだ。普通なら無駄と分かっていても抵抗はするよな。ああ、それほど関羽のことを嫌っていたってことじゃないか。むしろこれまでひどく扱われた仕返しをしてやれみたいな。リベンジ退職ならぬリベンジ降伏か。南軍を占領した呂蒙は関羽やその配下の将士たちの家族を全て捕らえたが、彼らを皆手厚く扱い、部下の兵士が住民の家に押し入ったり物を要求したり強奪したりすることを固く禁じた。部下はこの禁令をしっかりと守った。ちょうどこの頃慶州では疫病が流行しており、また季節は冬の最中だった。呂蒙は毎日のようにその地の老人たちを見回せ、何か不足するところはないかと尋ね、病気の者には薬を、飢えに苦しむ者には食事を、寒さに苦しむ者には衣服を与えた。呂蒙は慶州の民心を得ることに力を注いだんだね。本拠地の慶州を乗っ取られた関羽は当然慶州を奪還するために天軍を率いて引き返してきた。しかし関羽も呂蒙の軍勢の多さや防備の様子などの情報を入手したい。そこで何度も使者を送って呂蒙と連絡を取ったんだ。それによって作戦も変わるからな。しかしこれが裏目に出た。諜報収集は大事じゃないか。どうしてそれが裏目に出るの？呂蒙は使者を手厚くもてなし、城内をくまなく巡らせ、関羽に従っている兵士たちの家を一軒一軒訪問させたんだ。家族が関羽に従って出征している慶州の人々は手紙を使者に託し、家族が何不自由なく暮らしており、呂蒙が信頼できることを伝えたりした。使者が関羽の元に戻ると、関羽の部下の兵士たちはその使者に状況を尋ね、自分の家族が無事で、しかもこれまでより手厚い待遇を受けていることを理解した。そのため関羽の部下はみんな呂蒙に対する敵外心を失ってしまったんだ。なるほど。兵士の家族が捕虜になってひどい扱いを受けていたり、財産を略奪されたりしていれば、兵士も必死になって戦うだろうけどな。戦わずに呂蒙に降伏すればこれまで通り安定した生活が送れるのであれば、戦う理由がないよな。すると関羽はどうなる？ただの邪魔者になるね。その通りだ。こうして関羽はこれまで一生懸命いたわり、心を尽くしてきた自分の兵士たちにまで次々と裏切られることになった。司書にはその軍勢は皆関羽を見捨てて後に降伏したとある。慶州の守備兵だけでなく関羽の子飼いの軍勢まで一戦も交えることなく後に下ってしまったのか。結局関羽の兵士はバラバラになり、最後まで関羽に従ったのは十数騎余りに過ぎなかったそうだ。そこには関羽の息子の官邸や都督の鳥類も含まれていた。そして関羽は孫権の伏兵に捕らえられ、最後の時を迎える。知っているぜ。孫権は関羽に降伏するように誘ったけど、関羽はそれを拒絶し、孫権の部下も関羽を除名することに反対したんだろ。いや、その説については三国志の中をつけた敗将氏が、このデタラメさには知恵者も呆れて口を閉ざすと一刀両断し、関羽は孫権の元まで送られてくるまでもなく、その場で殺されたと断言している。あれ、かっこいい死に際じゃなかったんだね。しかし自分の独断専行で兵を動かしたばかりに、任されていた慶州を丸々失うってどういう失態だよ。しかも文官にも兵士にも見捨てられ、一滴の血も流さずに乗っ取られるんだからな。その上現地の民衆はみんなそれを喜んでいるという。蜀の人々は関羽のこの不始末を一体どう思ったんだろうか。劉備と張飛はそりゃあ悲しんだだろうけど、諸葛亮や法政、それにその他大勢の臣下たちは実のところ関羽に対して腹渡煮えくり返ってたんじゃないかな。しかし関羽の最後はこんなだったか。超特大のチョンボだな。傲慢になりすぎて自分を客観視できなくなっていたんだろうね。それでは今回はここまで。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。